こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。チャッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。ゆうちゃん、勇者としての修行は順調かな？やばいくらい順調だよ。なんだか嘘くさいわね。今日こそ最下層にいる魔王を倒せるんじゃないかって思うよ。ゆうちゃんの冒険はローグライクだったの？実はそうだったんじゃないかって最近思うよ。ずっと一人で戦ってるし、死んだら元の場所に戻されるし。そうだったの？何にしても、チャレンジを重ねるしかないわね。そういうことだね。さて、視聴者様からイラストをいただきました。誰だ、この超絶可愛いスーパー美少女は。この国のお姫様か？ゆうちゃんのイラストですね。私だったのか。イラスト、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、今日はスミス&ウェッソンのリボルバーを紹介していきます。久しぶりのスミス&ウェッソンではないですか。スミス&ウェッソンは、アメリカの有名な重火器メーカーです。以前、アメリカの西部開拓で活躍したスミス&ウェッソンモデル3を紹介しました。それ以来、スミス&ウェッソンについては触れていません。スミス&ウェッソンはその後、どうなったのか？西部開拓がほぼ終わった1899年、スミス&ウェッソンはモデル1899ハンドエジェクターというリボルバーを作ります。後にモデル10と呼ばれるようになるモデル1899ですが、これは超スーパー成功兵器でして、600万丁以上製造され、現在でも使われています。なんと、1899年の銃が現役なのですか？しかもこれはリボルバーなんだね。そうです。警察、軍隊の正式装備として世界中で使用され、20世紀を代表するリボルバーの命銃です。また、モデル10は有名な弾薬38スペシャルを撃つために作られた最初のハンドガンでもあります。今回は、モデル10について解説していきます。まずは、スミス&ウェッソンについて振り返りつつ、話を進めていきましょう。スミス&ウェッソンは、リボルバーで名を馳せた銃器メーカーです。1850年代、シリンダーが貫通しているボアスルーシリンダーという特許を武器に成長を遂げました。現在では、ボアスルーシリンダーは当たり前になっている技術ですが、1850年頃には一般的ではありませんでした。スミス&ウェッソンは、アメリカ南北戦争が始まる前くらいに頭角を現したんだよね。そうね。金属薬莢を使ったスミス&ウェッソンモデル1というリボルバーがヒットして波に乗ったのです。戦争需要も後押ししました。武器屋は戦いの中で成長するからな。そして、南北戦争が終わった後、アメリカは残った最後のフロンティアを開拓する時代となります。この時代がいわゆる西部劇と言われる映画でよく題材となる時代ですね。これとシングルアクションアーミーやスミス&ウェッソンモデル3、ウィンチェスターライフルなどが登場する黄金期です。ウィンチェスターが儲けまくった時代だ。スミス&ウェッソンも儲けていました。スミス&ウェッソンが1870年に作ったモデル3というリボルバーは西部開拓だけでなくアメリカ軍の正式装備としても活躍しました。トップブレークという仕組みで非常に速い排気と装填が特徴のリボルバーです。その後、モデル3はスコフィールド少佐という軍人が改良を加えたのでスコフィールドと呼ばれるようになります。でも、この後コルトとの競争に負けちゃったんだよね。そうね。アメリカ軍は4号コルトというコルトのカートリッジの在庫を大量に抱えていました。しかし、モデル3では4号コルトが撃てず、軍ではモデル3があまり使われなかったのです。その結果、1873年に登場したコルトシングルアクションアーミーに敗れます。弾薬の互換性は大事なんだ。西部開拓では、ウィンチェスターがめっちゃ無双していました。ウィンチェスターモデル1873。これは西部を制した銃と言われ、開拓者の必須の武器だったのです。このライフルに使われた4440ウィンチェスターという弾薬が最も流行した弾薬です。この弾薬を撃てるリボルバーをスミス&ウェッソンは開発します。それがニューモデル3というリボルバーね。いちいちリボルバー用の弾薬を持ち歩かなくても、ウィンチェスターの弾薬があれば何でも撃てるんだ。しかし、ライフル弾をライフルとリボルバーで共有できるなんて、すごい時代だなって気がする。確かにそうよね。モデル3は、アメリカだけでなく、ヨーロッパでも人気を博しました。ただ、コピー品なども大量に出回って、スミス&ウェッソンにとっては大変な時代でもあったのです。コピーされるのは優れた証でもあるんだよね。
以前の動画では、そのくらいまで解説していた気がする。大ヒットしたスミス&ウェッソンモデル10には38スペシャルというカートリッジが使用されております。38スペシャルは非常に有名な弾薬で世界で広く使われています。この38スペシャルが誕生した経緯について解説していきます。了解だよ。アメリカ南北戦争が終わった後、武器があまり売れなくなりました。武器は戦いで使うものなので、戦いが終わって平和になると需要が減ります。西部開拓があるから、武器はそれなりに売れそうだけど、さすがに戦争と比べたら出荷数は落ちてしまうよね。そうね。アメリカの銃器メーカーはヨーロッパへ武器の売り込みに行くこともありましたが、しかし、またアメリカ軍で武器が必要とされる時代が来ます。また戦いが起こったのか。19世紀の終わり頃、スペインやフィリピンとの戦争がありました。南北戦争ほど大きな戦いではありませんが、1898年、スペインと戦った米西戦争、1899年から始まるフィリピンで戦った米菲戦争ですね。外国との戦いか。これらの戦い、テレビ番組や学校の授業で大きくクローズアップされることはありませんが、アメリカの武器の進化には大きく影響している戦争です。そうなの？めちゃくちゃ重要な分岐点です。米西戦争は、アメリカがドイツマーザーのボルトアクションを購入するきっかけになりました。そして米菲戦争は、アメリカのハンドガンを45口径に進化させました。さらに米菲戦争では、軍用ショットガンの効果の高さが分かり、これが第一次大戦のトレンチガンへと発展します。なんと、歴史の授業で習った記憶もないから、小競り合い程度の戦いかと思ってたよ。スペインとの戦争が終わった後、そのままフィリピンとの戦争へ発展します。フィリピンはもともとスペインの植民地でしたが、米西戦争の結果でフィリピンの支配権がアメリカに譲渡されました。これに反抗したフィリピンの人たちがアメリカに対して戦いを仕掛けたのです。フィリピンの人たちはもともと独立を目指してスペインの支配に反抗していました。相手がスペインからアメリカに変わったということですね。なるほど、そういうことだったのか。当時、アメリカ軍の正式装備になっていたハンドガンは、主にコルトのリボルバーです。シングルアクションアーミー M1892、M1889 が正式装備となっていました。ふむふむ。主に、米菲戦争で使用されたのは、コルトの38口径です。使われた弾薬は、38コルトという弾薬でした。しかし、この38コルト、フィリピンの戦士たちに対して、あまり効果がなかったのです。威力が弱かったってこと？そうね。フィリピンでの戦闘において、アメリカ軍は、モロ族という戦士と敵対していました。モロ族は、大麻などの薬物を使用しており、多少のダメージを与えても止まることはありません。首を落とすまで動き続ける戦闘マシーンのようでした。それはヤバすぎるな。38口径では効果がないと気づき、45口径の古いシングルアクションアーミーを持ち込んで戦いました。シングルアクションアーミーは、西部開拓だけじゃなく、フィリピンでも活躍したのか。この戦いで、38コルトにパワー不足を感じたアメリカ軍は、新たな弾薬の開発を始めます。その開発で生まれたのが、38スペシャルや 45ACP などの有名なハンドガンカートリッジです。実戦の経験から新たな弾薬が開発されていったということなんだね。1899年、38スペシャルを撃つために作られたのが、スミス&ウェッソンモデル10です。モデル10と呼ばれるようになったのは戦後のことで、最初はモデル1899ハンドエジェクターという名前で完成しました。名前が長いね。モデル1899に使用された38スペシャルはアメリカ軍の発注を受けてスミス&ウェッソンが開発しました。正式名称は38スミス&ウェッソンスペシャルという名前です。バリエーションや火薬の量にもよりますが、400ジュール近いエネルギーを持っていました。これは38コルトの 1.3 倍くらいのエネルギーですね。1.3 倍もエネルギーがあるのか。そうなのよ。この38スペシャルの登場で、38コルトは市場から消えてしまいました。38スペシャルは38コルトの完全な上位互換だったからです。なるほどね。20世紀の100年間、38スペシャルは軍用、警察用の正式カートリッジとして世界中に普及しました。2度の大戦でも使われ続け、現在でも使われていますし、民間でも人気です。357マグナムを撃てるリボルバーなら38スペシャルも撃てるので、その互換性から広く使われています。
9mm パラベラムや 45ACP と同じで、100年クオリティのカートリッジだったんだね。この38スペシャル用に開発されたのが、スミス&ウェッソンモデル1899ハンドエジェクターです。6発装填のスイングアウトシリンダーでダブルアクションのリボルバーです。ダブルアクションということは、コッキングしなくても撃てるということか。そうね。登場から600万丁以上が製造され、バージョンアップしながら現在でも製造されています。弾薬だけでなく、銃も100年クオリティだったのか？これまでのスミス&ウェッソンのモデル3スコフィールドは、装填と廃墟がトップブレイクでした。しかし、この M1899 はスイングアウト、リボルバーのシリンダーが横に出てくるタイプですね。スイングアウトって、現代でも一般的なやつだよね。映画とかでもよく見るやつだ。スイングアウトされた後、エクストラクターロッドという棒を押すと、空薬莢を排出できます。ハンドエジェクターという名前は、この操作から名付けられたのです。なるほど、確かに手で廃墟している。トップブレイクは耐久性が弱いという問題がありました。無塩化薬を使用した強力なカートリッジが登場すると、スミス&ウェッソンはトップブレイクに見切りをつけ、スイングアウトを採用したのです。ふーむ、そういうことか。1905年、最初のモデル1899ハンドエジェクターに改良を加えたスミス&ウェッソン M1905 ミリタリー&ポリスというモデルが登場します。これが、後にモデル10と呼ばれるようになるオリジナルで、軍用、警察用のハンドガンとして大ヒットすることとなります。ミリタリー&ポリスが登場した20世紀の初頭、オートマチック拳銃が登場し始めた時代でもあります。世界中の軍隊で次々とオートマチック拳銃を正式装備として採用していくわけね。ブローニングが色々作ったからな。リボルバーは正式装備から外れちゃうの？そんなことはないわ。リボルバーのシンプルな構造と信頼性の評価はまだまだ高く、リボルバーは世界の軍隊で重宝された武器でした。なるほど。セミオートは弾詰まりが起こりやすいって不安もあったのかな。それはそうなんだけど、理由は他にもあります。当時のセミオートはシングルアクションが主流でした。シングルアクションセミオートは一発目の弾を撃つ場合、スライドを引く必要があります。薬室に弾薬を装填した状態で携帯することも可能ですが、安全面の問題があります。それから、薬室に弾薬が装填されていても、撃つときは結局ハンマーをコッキングしなければならないのです。これでは、リボルバーを持った相手と不意に遭遇したとき、負けてしまいます。一発目の勝負で操作が遅れてしまってやられるってことか。奥が深いな。第二次大戦の頃には、オートマチック拳銃が、軍の主力のサイドアームとなります。しかし、アメリカ軍では武器が足りなくてリボルバーが支給されました。その時にも、このスミス&ウェッソン、ミリタリー&ポリスが支給されたのです。第二次大戦の時にもリボルバーが活躍していたのか。第二次大戦で使用されたのが、スミス&ウェッソン、ミリタリー&ポリス、ビクトリーモデルというものです。アメリカ軍だけでなく、イギリスやカナダなど、連合軍側の軍隊に供給されました。100万丁近くは製造されたようですね。アメリカで正式だったコルト M1911 よりも軽く、兵士によってはコルトよりもスミス&ウェッソンのリボルバーを好んで使ったということです。リボルバー好きな兵士にはたまらないね。M1911 は強力な 45ACP ですが、スミス&ウェッソンは38スペシャルなので扱いやすさがあります。女性の兵士は扱いやすいスミス&ウェッソンを装備しました。なるほど、そういうことか。戦争が終わった後も、モデル10は世界中で活躍しています。警察では、すでにオートマチック拳銃に置き換わっているところが多いですが、現在でも使っているところもあります。スミス&ウェッソンのリボルバーってめちゃくちゃ活躍したんだな。っていうか、M1911 よりもずっと息の長い武器ではないですか。そうね。めちゃくちゃ長いのよ。武器屋のお姉さん。アメリカ軍では1985年に M1911 に代わってベレッタ M9 がサイドアームの正式装備となります。このベレッタが正式になると、スミス&ウェッソンモデル10もベレッタに置き換わって使われなくなりました。でも、そのベレッタが登場するまで、スミス&ウェッソンのリボルバーは正式装備として活躍し続けたんだね。そうなるわね。M10 は世界で最も知られているリボルバーの一つです。アメリカ国内でも最も売れた拳銃らしいですよ。これはもうリボルバー界のレジェンドだな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。